はい。いいですか？はい。さあ始まりました。戦場の風がダウンロードコンテンツ第1弾配信記念生放送スペシャル。これ高いんですよ、一般的にも今これ画面の開始の方がなんかこうスライドの画面になってますけど、これ我々映ってるってことでいいんですかね。映ってると、はい、わかりました。では改めまして今回発売からですねおよそ半年ほど、経ちました、サイバーコネクト2が初めて自社パブリッシングしました、ゲームソフト戦場の風雅の魅力をですね、まだゲームをプレイしたことがないっていう人に向けて、お伝えする、番組でございます。本日、19時からですね20時まで、お時間いただいておりますので、60分たっぷりお話していきたいなと思います。もちろん、最新情報もございますので、すでにプレイされた方もどうぞ、ご期待ください。改めまして、私サイバーコネクト2代表の、松山博と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあではですね早速、本日のゲストを、ご紹介したいと思います。漫画家、善蔵さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしく。いやーようやく、はい、いやね、なんならようやくお会いできましたね。はいちょっとねお仕事なんかもご一緒させていただいたんですけど、結局我々今日ようやく初めてお会いできましたよね。はい、それまではねずっとオンラインでやり取りね打ち合わせなんかもしてて、なんなら俺博多いる時に打ち合わせしたりとかしてたから、そうですね。なんならサウンドオンリーみたいな状態でねやってたところもあって、ほんでまあ実はね、去年のあれいつや夏ぐらいか、あなたがなんかほらエッセイ漫画レポート漫画、はい、なんかいやちゃうわ記事いや漫画やったなあれな俺それで見てなんかアパレルの店員かなんかを、なんや7時間半で辞めたっていう。そうです。記事あれめっちゃバズりましたよね。めっちゃバズりましたですよね。であれ見てそれでまあこの後また紹介もすると思いますけども、またおもろい人おるなと思ってで漫画家さんでやらかしましたね。それで辿っていったら悟空の西遊記の漫画書かれてたじゃないですか。はい。それ見てうわめっちゃうまと思ってもうこういう人と仕事したいと思って、もう気がついたらダイレクトアタックしてたそうでした。もうすぐツイッターで連絡したね俺ね。もうまさか社長本人からダイレクトメールが飛んでくるとは思ってないんですよこちらは。いやまあちょっとね今日どういう方々がね見られてるかは、まあ、ちょっと幅は分かんないですけども、意外とこうやってお仕事って決まったりとかしますからね。そうですね、いつどこで巡り合うか分かんないですね。いやそうよね、で俺何気にねあなたがさなんかこう普段はほらいっぱいご自身で漫画ね案件のお仕事もあると思いますけども、ご自身で描かれた漫画をツイートされたりとか、うちでねお願いして描いてもらった漫画なんかもイラストなんかもツイートしてもらってますけども、ちょいちょい、なんか漫画とは別に自撮りの写真をこう、なんか SNS でアップしたりとかされてたじゃないですか。でそれ見ててなんかこう微妙に半分ぐらいしか写ってない片目だけ見えてるみたいな写真が多かったじゃないですか。けどなんかある時ツイートされてたのが、なんか漫画のツイートするとフォロワー増えんのに自撮りの写真上げたらフォロワーが減るってどういうことや美女やろがいっていうのをご本人が返すのがめちゃめちゃツボにはまってよ俺。だからすいません今日ですね善蔵さん、初のゲストですけども、すいません先生のお名前なんですけども、善蔵さんという、お名前の横には必ずかっこ美女と表記させていただいてますので、はい、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今日ですねこの後ちょっと、いろいろ進行に応じてお話はしていくんですけども、ちょっとここにねお互いの、ディスタンスを守るためのスーパーガードが、ありますので、私ちょっとマスクの方も、外させていただこうかなと思いますので、視聴者の皆さんにね、
何かが飛ぶなんてこともないので、はい、ちょっと外させていただきますね。はい、じゃあ失礼します。はい、皆さんお久しぶりでございます。松山でございます。はい、では、改めまして、善蔵さんの、ちょっとね、これまで、やってこられたお仕事の紹介の方を、はい、ちょっと、していきたいなと思うんですけども、これですよ。さっき私が言うた、ボンズ西遊記の漫画ですよね。はい。これ2019年。そうです。2019年になっちゃいましたね。いや、言うてもそんな前でもないやん。いや、だから2年半ぐらい前ってことでしょ。そうです。嘘よね。はい。いやもうこれがねめっちゃイケてんのよ。それでね、いや惚れて、でこれあれなんですよね。なんか日本代表候補賞っていう賞も取られてるっていう。はい。もともと悟空杯っていうのが、中国、韓国、日本の3カ国の合同開催になってるんですよ。なのでその3カ国の有志って言いますか、の作品が集まってくる大会になってくるんですけど、でそこで日本代表長編漫画部門の日本代表に選ばれて、でなおかつ、中国語と韓国語に翻訳をされて、じゃあ向こうの人も投票してるってことですか。そうです、読んでます。で本大会っていうか本会場の方で、候補賞っていう大賞の一歩手前をいただいた作品になります。いやーこれ素晴らしいですよ。これけど公開されてますよね。ピクシブだっけ。実はですよね。はい、してます。誰でも読みます。なんでこれちょっと調べてもらったら出てきますんで、はい、ぜひ皆さん読んでいただきたいなと思います。ぜひ。はい。はい、では続きましてこちら出た。売り場は今日も戦場です。はい。これ実際今これ単行本2巻まで出てるわけじゃないですか。はい。これ電子ですよね。電子です。ですよね。はい。これ実際にアパレルの販売員を、はい、どれぐらいの期間やられてたんですか。もう本当に、社会に出てからだったので、相当10年以上のキャリアはありますね。そこそこの年月戦場にいたわけですね。そうです。はい。いろんな戦場を転々としましたね。傭兵って呼んでいただいて大丈夫です。店舗じゃなくて、はい、いくつかのお店でってことですか。何回もいくつも戦場を転々としました。ネタめっちゃ溜まってるやんじゃん。全然ありますね。はあ、そうだったんですね。じゃあその中の一つが、はい、この単行本とはまた別だと思いますけれども、はい、例の7時間半でやめた。そうなんですよ。実際のところは、はい、もうちょっと短くて7時間15分だったんですよね。7時間15分なんだ。7時間15分でちょうどタイムカード見たら出勤してから15分経ってたので、もう7時間15分しか働いてないんだなって思いました。すごいな、おもろいわあれ。はい、けどね、そんなアパレルでお仕事されてた時の日々の、はい、お話がまとめられている単行本ということで、あれなんですよね。今日からセールやってるんでしょこれ。そうです。この配信に合わせてちょっと合わせて出版社様の方がちょっと頑張っていただいて、今ピッコマだけにで出てるんですけれども、実はAmazon の Kindle ですとか、他の電子書籍配信サイトなんかでもセールになってます。なるほど。そうなんですね。はい。なるほど、わかりました。でちょっと係の人に言いますけども、私の目の先に見えてるTikTok ライブの方がライブにアクセスできませんっていうポップアップが出てるんで、係の人なんかちゃんとしようか。はい。じゃあもう1枚だけスライドをめくってからこっちチェックしよう。はい、行きましょう。めくってください。はい、続いての作品「勇者魔王」。はい。これは、初めてオリジナルで書いた100ページ漫画になるんですけれども、勇者を倒して勇者の力を奪った魔王が勇者の力によって勇者になっちゃうっていう。はあ。また規定列な作品ですよね。なんか割と RPG とかで魔王勇者倒すじゃないですか。はい、で倒された勇者から勇者の力的なのを奪いますよね。はい、奪いますね。奪ったらじゃあその人も勇者になるんじゃんって思って、そこから書いた漫画で1日に1話更新をして最終的に100ページ。じゃあこれもご自身で SNS でも自主連載されてたってことなんですね。最初自主連載だったんですけど、結局まとめて読めるところがないので、今その元サイトがなくなってしまったので、なので今も単行本としてまとめて読めるようになってます。なるほど。でこちらも同じく今日からセール。
そうです。半額になりました。半額なんですね。半額です。まあ素敵なちょっとはい、日数が限られているので。ですね。今週末日曜日ですよね。短めにはい、短期集中で、まあ、はい、ぜひね皆さん見られてる方、はい、ぜひ、買って読んでみてください。はい、今がチャンスだと思います。はい、では続いて、はい、こちらうちでねさっき言った、お願いしてというか連絡しましてですね、もう完全に案件として、戦場のフガーのね、体験レポート漫画書きませんかっつってね、お願いして書いてもらったやつですけども、はい、まあ打ち合わせもしましたけど、はい、基本割と自由に書いてもらった感じでしたよね、これね。そうですね。効果音でリンサやらーっていうのが入ってるんですけどあれをどうしても流行らせたくって、でちょっとNG 出るかもしれないけどいいやこれで出してみようって言ったら何も言われなかったんですよ。出ないよそこはちょっといじらないでくれるって言われるかと思ったんですけど、いやいやいやむしろ大歓迎ですよ流行ればいいのにこれ。いやですよねまあこれもねSNS でも公開されてますので、はい、よかったら皆さん全蔵さんのね、アカウントから見ていただきたいなと思います。はい、はい、では続いて全蔵さんちののんびりな日常。はい、これは29日に配信開始される新刊になります。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。完全に今週末というかあさってですよね、配信。今日木曜、そうですね、はいはい、です。内容としては本当に今回プライベートになりまして、犬と猫がうちいるんですけれども、よくSNS で拝見しております。そうですそうです。ワンちゃんのレイトン君とあと猫ちゃんのガブリエルちゃんを交えた今のところののんびりな日常をコミックエッセイにしてまとめた全部なんでしょうか、書き下ろしって言いますか、そんな感じになってますね。全蔵さんなんか今はもう完全にこの自画像のこのキャラでのね、なんかエッセイ漫画めっちゃやってますよね。そうですね。はい。今もうなんか半分ライフワークみたいになってますね。やっぱそんな感じになってますよね。はい。まあいっぱいお仕事もされてんなって思いながら拝見してましたけども。はい、でまた係の方に言うんですけどもTikTok ライブがねまたライブにアクセスできませんって出てるからもう少しちゃんと手繰り派やった方がいいかなって思うんで、それを本番終わった後に言おう。はい、では次行きましょう。はい、ここからは、戦場の風雅についてと、いうことでございまして、これ全蔵さんも戦場の風雅遊んでいただいたんですよね。はい、はい、実際遊ばれてみてどうでした？ブルットブルストが鬼でした。そこね。はい、ブルットブルストはいよく言われます。いうかなんなら作ってるこっちもですね、一番ムカつくキャラだって言われるように、作ったんで、大体狙った通りにはなりましたけども、だけどやっぱね遊ばれたお客様の殺意がちょっと痛いですね。だいぶあれはねお叱りを受けましたね。難易度がいやまあわかるもう俺も何回もチェックしながらね、コントローラー叩きつけながらディレクターにもうちょっと手加減せえやっていう話をね、そうだから結構ギリギリのところまでね毒ガスムカつくじゃないですか。ギリで調整をしたつもりではあるんですけども、なかなかの強敵ですよね、あいつはね。なかなかですね。正しい攻略方法がいまだにわからないです、彼は。実はね、あるっちゃあるんですけどね。教えてください。ではですね、ここからその戦場の風雅に関してなんですけども、改めましてちょっとご紹介の方を、していきたいなと思います。初見の方もね、いらっしゃると思いますので、プロモーションビデオの方を、2分30秒ほど、ございますので、ご覧いただきたいと思います。はい、今ね、YouTube の方では音付きで流れてると思いますけども、ちょっとね、Twitter ライブの方では、残念ながら音は聞こえませんが、これYouTube で公開されてる PV ですので、よかったらね、後でまた、見ていただけると、いいのかなと思います。TikTok ライブはね、なんかよくわからんけど死んでるから、はい、で、改めて、戦場の風雅のお話なんですけども、ご覧いただいている通りですね、獣の子供たちが登場する、世界観
になってます。みんなこの世界っていうのは犬人猫人って言われている、犬系の種族と猫系の種族っていうのがいて、実はもうそれしかいないんです。それ以外はいわゆる、家畜とかもちゃんといますからね、犬人猫人っていう種族で獣の世界観になっていて、その世界の中である時悪い帝国軍がですねやってきて村を襲うんですね。で大人たちみんなさらわれていくんですけども、子供たちは山の中に逃げるんですね。でその山の中でたまたまですよ、たまたま見つけた古代遺跡の戦車があってですね、それに乗って、戦車だからね、これに乗って旅すれば、家族助けに行けるかもっつってみんなで旅をすると。でもちろん子供たちですからね、なかなかこうね軍人とかと戦うわけですから、プロじゃないのでやっぱこう戦ってすぐピンチになるんですけども、これでっかい戦車の中で戦ってるんで、子供たち旅しながらこの戦車の中でねご飯食べたりとか、洗濯したりとかね、寝たりとかしてこう自分たちで生活もしながらね、進んでいくんですけど、戦車の中に1個だけ謎の部屋があってですね、子供たちいつもピンチになるんですけど、その部屋の中に1人誰か入るとですね、禁断の兵器ソウルキャノンっていう、武器が使えるようになるんですけども、これ使うと 100% 勝つんですね。敵蒸発するんで、絶対勝つんですけど、その部屋に入った子供1人いなくなるっていうね、なかなかちょっとこうえぐい、システムになってまして、いわゆる使えば 100% 勝つって分かってるけど、もう子供たちってこれ頭数も先に言うとくと12人しかいないんですよ。で物語は12章なんですよ全部で。もうあとは分かるなっていうね、ちょっとそういうね人の悪いシステムにはなってるんですけれども、そういうねソウルキャノンを使って頑張っていきましょうっていうゲームでは決してなくてですね、使えば絶対勝つって分かってるけど、それを使わずにどうやってこう物語先進めようっていう、そういうジレンマを抱えた、RPG だと、いうことをねちょっとご理解いただけると、より、このゲーム楽しくなるのかなと、思います。さあそしてもう一個PV がございます。これはですねよく、業界でいうところの賞賛トレーラーって言われているものなんですけども、去年の夏にリリース後、日本だけじゃなくて世界中、およそ80カ国ぐらいで、リリースされたんですけども、世界中から大絶賛の声を、いただいておりまして、本当にこれメタスコアっていうんですけど、数十ある、ゲームのレビューサイトあるんですけども、そこでね今映像で出てる通り80点とか90点とかね、非常に高い、評価の方をいただいておりまして、そんなね、心揺さぶる、RPG 戦場の風が好評発売中と、なっておりますので、もうここまで言えばいいかなと思いますんで、次の、お話に進めていきたいなと思うんですけども、またなんかね TikTok のねライブにアクセスできませんってもう出てるから今日無理だと思うよ。大丈夫？じゃあ次行きましょうか。ではここからはですね、そんな戦場の風が遊んでいただいた善蔵さんからの、質問を事前に10個もらってますんで、ちょっとねサイバーコネクト2、そして、戦場の風がチームを代表して、私がですね、善蔵さんの、疑問に、答えていきたいなと思います。では、1個目からいきましょうか。まずはこちら。お気に入りのキャラクターとその理由を教えてください。そうね、みんなね大好きな子供たちではあるんですけども、プレイアブルのキャラクターでまず言うとですね、12人いるってさっき言ったじゃないですか。12人いて、まずキャラの造形として好きなのは、実はブリッツなんですよ。これね、ゲーム遊んだ人は分かると思うんですけど、実は12番目に仲間になるキャラクターですね。でもこれも言ってしまうと実は敵国の少年兵なんですよね。でなんかこいつスパイなんじゃねえのっていうね、ちょっと怪しさみたいのも持ってる、少年なんですけども、なんでしょう、ちょっとねかっこつけてる感じとは言わないですけど、すごく軍人らしい冷静なキャラクター性を持ちつつ、でこのゲームってやっぱ RPG なんで各キャラクターが砲座に座ってねスキルとか使うんですけど、そのスキル使う時に一言セリフ言うんですよね。言いますね。そのセリフがねちょっと他はなんか「行け!」とかね割と熱血のセリフをね「こっち来ないで!」みたいなことをやっぱり言うんですけども、ブリッツだけはねなんか優しくつぶやくみたいなセリフが多いじゃないですか。ああいうねなんかね
こう温度感のキャラクターが私好きなんですよね。可愛いですよね。ブリッツ。ブリッツいや、ありがとうございます。はい。なんでまあ造形で言うとやっぱブリッツ好きやなと思うんですけども、ゲームスタート時って最初の村からスタートするんですけど、その村にいる最初の6人っていうのがいるんですけど、その6人の中だとカイルがやっぱ好きですね。これはなんでですか？カイルってちょっとキザなね、はい、もともとこの田舎の村にいるんですけど、実は大都会で生まれ育っていて、でそこからまあある意味こう引っ越してきたね、都会っ子なんですけども、やっぱねちょっとこうクールな側面がある傍ら、ちょっともともと自分は都会育ちやから田舎で生活している子供たち、他のねメンバーのことをちょっとこうバカにしてるわけじゃないんですけども、いやもうそんなん都会に行ったらいろいろあるしみたいなねそういう転校生っているじゃないですか大体ね、町からやってきたやつってなんやけども、なんかこう仲良くしたいけどなんかちょっとプライドみたいのもあってみたいなね、そして田舎に住んでるなんか優しい女の子のことを好きになるみたいな、なんかそういう要素を持ってるやつっていいっすよね。なるほど。いろいろもう言うちゃってますけども、はい、確かにちょっとカイル君だけ最初ボロンちゃんにすごい当たりが強かったりします。そうね。なんかこうボロンってね太っちょの男の子いるんですけどね、やっぱノロマとかっつってねこうツンケンするんですけども、結構意外と優しいやつでねっていうのがね、その辺がちょっとお気に入りでございます。はいはい、では次行きましょう。はい、開発にあたり密かなこだわりがあれば教えていただきたいです。はい、実はこのゲームっていうのは RPG ロールプレイングゲームって言いまして、いわゆる通常のほらアクションゲームって多いじゃないですか、はい、世の中ね、で多いんですけども、アクションゲームってやっぱ上手い下手があるじゃないですか。ありますね。で私自身もまあこんだけゲーム作ってねお仕事もやってて、実はもう25年やってるんですけど、言うほど実はゲームってうまくもないんですよ。作ってる人間みんながゲームうまいって思えないっていうもうその典型でして、結構死ぬんですね、はい、アクションゲームだと下手くそで何度も何度もこう死んで覚えるぐらいの感じなんですよやっぱ私は。はい、まあけど RPG って時間さえかければ誰でもクリアできるっていうのがやっぱこう利点というか、いいところじゃないですか。だからその代わりこう遊んでる人たちがもういいやって思ったりとか、なんかこうつまんないとかって思ったら、いつでもやめられてしまうじゃないですか。はい、まあけど RPG ってだからすごくこうパラメーター命みたいなところがあってですね、こう遊んでる時の心地よさみたいのがこうやっぱすごく肝なんですけど、戦場の風雅はそこにめちゃめちゃこだわったんで、まあ焼き直しがねシステム的にももちろんあるんですけども、なるだけ子どもたちを死なさないようにゲームオーバーにならないようにこうキャラクターを大事にしながら前に進んでいくけど葛藤しながらこう遊んでいくっていうところにこのこう RPG ってそうそうこういう面白さ持ってたなっていうなんか昔のゲーム昔の RPG のこう骨太な良さっていうのところにすごくやっぱこうこだわってきたので、RPG のこう手触り感というか手応え感というか、そこをねちょっとこうぜひ感じ取ってほしいなって思ってます。そこだからこだわりですね。かなりなんか本格的ですよね。いやありがとうございます、ね、なんかこうゲーム作ってる人みたいな感じで話できてよかったです、はい、じゃあ次行きましょう、はい、3つ目育てると一番強いと思うキャラクターを教えてください。もう間違いなくボロンくんです。はい、はい、もう絶対ボロンだよね。もちろんプレイスタイルによっていやこいつめっちゃ強いやんっていうのは必ずあるんですよ。あるんですけど、あんまり言いたないですけど、大体最初のねソウルキャノンのところでさ、大体最初の6人の中誰を捧げますかってなった時に、はい、日本人の多くがやっぱボロン君を捧げるんですよ。太っちょだからみんなねこいつが一番食いぶちでね、なんかご飯食べそうやからこいつからなんかもうソウルキャノンぶち込んでこうみたいなねところがやっぱあるんですけど、これ大体最初にボロンをそういうことしてしまった人って後から気づくんですけど、ボロンが強いっていうことに気づいたらみんな心の中でプレイしながらあの時はごめんねって思いながらプレイすることになるから大体やっぱボロン君ですね。はい、なるほど、はい、では次行きましょう。はい、4つ目。はいなぜおまるなんですか？おまるまあこれいや最初はね
どれぐらいでみんな気づくかなぐらいの感じで、実はシステム作ったんですけど、これもう本当開発チームはもう本当ふざけんなって思ったと思うんですけど、実はこれ開発のだいぶ終盤になってですね、テストプレイやってる時に私が無理やり追加したシステムなんですよ。はい。まあ遊んでるじゃないですか、チェックしてるじゃないですか、で戦うじゃないですか、でこう育成やるじゃないですか、で生活面含めて戦車の中で生活するんですけども、ご飯食べてる、寝てる、まあいろいろやってんですよ、やってんですけど、こいつらトイレどうしてんのっていうのが、いやどっかでやってるんでしょうね、広いからけど、それゲームで表現してなんぼちゃうっていうね、それがあって、で屋上のスペース空いてたからさ、イベントスペース以外なかったからあそこ、なんでちょっと発生頻度低くてもいいからちょっとこういうシステムで入れようぜっつって、私が実はあれおまるもデザインしたんですよ。デザインしてこんな感じでよろしくっつって入れたらね、フランス人のディレクターでヨアンっていうのがいるんですけど、はい、ヨアンがね、これ遡ってもらったら分かるんですけど、去年の春ぐらいかもうちょい前かもしれんけど、それぐらいの時にヨアンが一言フランス語でですよ、はい、マイボスイズクレイジーみたいなね、なんかうちのボスは狂ってるみたいなツイートをしてて、はい、それはね、そのオマルを追加したことが原因です。ああ、はい、なのでもう一個入れました、これは。はい。はい。次、音声でフランス語があるのは珍しいと思うんですが、これはなぜですか？はい、通常ねゲームって日本語もしくは英語っていうパターンが多いと思うんですけども、フランス語、これ実はゲームをねプレイしてもらったら分かるんですけども、はい、この「戦場の風雅」の世界観設定に実は、フランスにちょっとゆかりがあるんですよね。だからまあ遊んでいけばちょっとこう分かるんですけども、あ、そういうことねっていうのにも多分つながると思いますんで、だからなんだっていうのはちょっとこうあんまネタバレにならないようにっていうのもあるんですけども、もう一個ちょっとメタ的な発言しておきますと、サイバーコネクト2にはモントリオールスタジオっていうところがありましてですね、はい、そこ公用語がフランス語なんですよ。はいはい、カナダなんですけどね。でぶっちゃけフランス語音声のゲームを作ると、そこから助成金が出ます。はい、実はそういった側面もあるという、開発ならではの、社長っぽいテクニックでした。はい、次行きましょう。はい。タラニスのデザインでこだわった部分はどこですか？はい、これは戦車タラニスですね。これ実はキャラクターデザインや、メガデザインを、手掛けていただいた時津祐介とも、随分やっぱこう話をしながらね、まあ、こだわってもらった部分でもあるんですけど、やっぱ正直言うと丸みですよね。普通戦車って角張ってるじゃないですか。はい、まあけどやっぱこう丸みのこうあったかみのある感じっていうのと、まあぶっちゃけたちも打ち合わせ中にも言ってたのが、まあジブリ映画でハウルの動く城ってあるじゃないですか。まああれみたいにやっぱこう、まああれちょっと随分こう角張ってますけども、なんかこう巨大な建造物みたいなのがこう上下にガチャガチャこう揺れながら動くって正直心地いいじゃないですか。そういう感じでやっぱ最強の兵器なんだけども丸みがあるっていうところにやっぱこう、まあ可愛さと不気味さを両方持たしたいっていうところがやっぱあって、それでやっぱ丸みにはやっぱこだわりましたね。なるほど。はい、ありがとうございます。では次行きましょう。はい。プニオッシュってブリオッシュみたいなものですか？その通りです。はい、この世界のブリオッシュがプニオッシュです。だから足跡みたいな形してんの。ということは現実世界で形をプニオッシュに寄せればそれはもう全然だからブリオッシュはプニオッシュになる。海外のファンの方が実際に作ってくれて、SNS に上げてくれてたりとかしてましたんで、すごい。はい、あれは本物のプニオッシュです。はい。次チュートリアルでいきなり絶望を味わったんですが、意図を教えてください。はい、これはですね、チュートリアルっていうのは実は第1章のことを指してるんですけども、まあ長い目で見ると実はこのゲームって全12章あってですね、1章2章3章が、広い意味でのチュートリアルになるんですけども、まず最初にどういうゲームですよっていうことをまあ知っていただくのがまず最初第1章なんで、第1章の段階である意味このゲームはこういうことするゲームなんですよっていうことを味わっていただく意味であれば、もううちのディレクターともやっぱ相談して、いやもうこれ1章からこれ入れないとダメですよねっつって、いやそりゃそうだよっつって、実はもう初っ端からあれはもう意図的に、入れましたね。なのでぶっちゃけゲーム開始して20分ぐらいで実は第1章って終わるんですよ。はい、だから
20分ぐらいでこのゲームなるほどこういうゲームなのねっつうのがさっと分かるのがやっぱ一番いいかなと思って、なので、結構急いで、入れました。あそこは心の準備ができてなかったです。ですよね。はい、ありがとうございます。ぜひね、まだ、遊べてない方は、このね、絶望を味わっていただきたいなと、思います。次です。はい、タラニスには12人の子供が乗っていますが、なぜ大人がいないのでしょうか。はい、それがロマンだからです。だってさ、大人はみんなそう言うんだ。いやいや、そうじゃん。だって機動戦士ガンダムのホワイトベースにじゃあ大人がいますかっていう話でしょ。ね、戦時中でね、どうにもならない状況で今大人たちいないから子供たちだけで何とかするしかないっていう、子供ならではなやっぱこう弱さを抱えてね、未熟さもありながらも戦場の中でやっぱ生きるしかないっていう、そこにロマンがあるからなんかね、少年アニメ漫画って面白いわけじゃないですか。だからそのロマンをね、結局いつまでも心に持っている昭和のおじさんたちが作ったからそうなりました。はい。わかりやすいです。はい。はい。ではまだプレイしていない人にそそる一言お願いします。はい。皆さんどうですか、最近ゲーム遊んで、わあおもろかった、久々最後までプレイしてクリアしたわ、感動したわっていう経験あります？どうですか？なんかほら、特に RPG なんかってね、一回遊び始めると長いじゃないですか。長いからよくよく考えたら俺あの世界もまだ救ってねえわっていうね、チューブラリになってるゲームっていっぱい多いと思うんですけども、この戦場の風がうちの当社調べですよ。当社調べでいうとワンプレイ基本的に1周クリアするまでにだいたい15時間前後でクリアできます。ちょうどよくないですか。15時間ぐらいでうわおもろかったって思える、そんな体験できるこのコンパクトなね、今の時代に合った RPG 作ろうっつって、そしてね、誰もがプレイして同じ結果にならないというか、こうプロセスが違うから、あそこどうしたっていう会話って、ほら昔の RPG ってそういう会話を学生時代休み時間とかにやってたじゃないですか。そういうね、なんかね、こうゲームの話したいなって思うんやったら、そんなあなたにこの一本、戦場の風がおすすめです。おお、まとまりました。いやー、もうなんか社長としての役を今なんかね果たせたっていう感じがしてきました。はい、そうですね。ありがとうございます。はい。はい、ここからは、最新情報を、皆さんにお届けしたいと思います。こちらでございます。はい、実はつい先日なんですけども、この戦場の風が、まあちょっと有料ではあるんですけども、ダウンロードコンテンツ第1弾が、配信中でございます。普段はね、さっきちらっとこう PV とかも見ていただきましたけども、この世界観にのっとった形で子供たちは、まあ決められたデザインで、コスチュームをね、まとってはいるんですけども、ゲーム中では普段こんな格好もちろんしないんですけども、まあちょっとね、戦車の中でのこう生活面だったりとか、あとこのゲームってまあミニゲーム的にね、遺跡とかに行って冒険するターンとかもあるんですけども、戦車から降りてですね、その時のコスチュームを変更できるっていう仕様が、ございまして、第1弾は学園コスチュームパックっていうのが、好評配信中でございます。これ12キャラ分全部一気に切り替わるようになってますので、せっかくなんで今日ちょっと実機の方をご用意させていただきましたので、画面ちょっと切り替えていただいてですね、全蔵さんにちょっとプレイしていただこうかなと思います。はい。はい、ではちょっとコントローラー握っていただきまして、はい、画面切り替わりますかね。はい、今、ゲームのタイトル画面が、はい、出ているかと思います。ここのですね、もうこれすでにDLC が、インストールされている状態なんですけれども、オプションのところをちょっと開いていただいてですね。はい。はい、この一番下、コスチュームチェンジっていう項目がありますよね。はい、そこボタンを押していただくと、普段着っていうのがデフォルトです。で、めくると水着って、これデラックス版もインストールされてますね。はい。はい、で、さらにめくると、はい、学園。はい。出てきました。はい、この学園にセットすると、一回抜けましょう。はい。はい、この状態で、ゲームを立ち上げましょう。はい、じゃあ一回 B ボタンを、A ボタンのですね、押していただいて、はい、はい、大丈夫ですね。はい、では、もう一回画面、はい、水画面しました。はい。はい、ではゲームを始めるの方を押していただいて、一番上にありますセーブデータを、はい、出しましょう。はい、そうするとすでに用意されたデータで、戦車の中ですね、もうこれね、はい、連絡ノート出てますから、はい、じゃあ一回閉じていただいて、はい、
はい、変わってないっていうね。はい、じゃあ、オプションもう一回押しましょうか。オプションが、はい、そこですね。これタイトル、こっちかな。こっちですね。はい、じゃあ、オプションを、もう一回押していただいて、はい、一番下の、普段着からの、はい、学園に、はい、変わった。はい、はいで。で、これで、はい、切り替えました。はい。ボロンが、創世キャラになってますね。はい。ボロン君は、学園って言ってますけど、なんかちょっと応援団風のね、はい、コスチュームになってるんですけども、これちゃんと後ろも、はい、もちろんでございます。一匹違うんですね。一匹っていや、一人ずつですね。はい。一人。はい。はい。じゃあちょっと切り替えてみますか。じゃあ私のソックスくんで。推しソックスなんですね。推しソックスです。このおでこがとても魅力的ですね。おでこなんだ。おでこですね。つるっとしてるの好きですね。ありがとうございます。2匹でプニョシ食べてます。本当だ。プニョシ食べてますね。ちょうど食べてますね。はい。これパンなんですけどね。はい。で、ジンくんが。はい。ジンくんがね、これ。ちょっとね、ヤンキースタイルなんですけどね。ヤンキースタイルなんですよ。まあけど変わらずね、はい、修理してますけどね。じゃあハンナさんにしてみようかな。はい。もうこのハンナちゃんね、セーラー服なんですけども、いやもうこれね、俺ゲーム業界にもほら友達いっぱいいるんだけどさ、他のゲーム会社の人間からなんかね、昭和の AV 女優かって言われて、いや言い方と思ってさ、他に言い方あるやろお前って言って、ちゃんとデザインして作っとんじゃっつってね、そんな言い草あるかと思ってね。これ確かに今の学生さんの服だと珍しいかもしれないです。やっぱそうなんですよね。はい。今あんまこの手のなんかセーラー服って少ないんですかね。ブレザーがなんか増えたっていうのは聞いてますけどね。そうですね。うちもブレザーでした。やっぱ地方だとどうなんですかね。私ほら福岡ですから、はい、福岡は結構まだね中学ぐらいだと学ランがまだ多いんですけどね。このソックスくんとかね。そうなんですね。一匹一匹全部ちゃんとコスチュームが違うんですよ。全部切り替わるようになっております。ちょっとねマルトくんなんか新米の先生みたいな感じになってるね。帽子のせいかな、ベストのせいかな。帽子のせいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ではですね、改めてですけども、このダウンロードコンテンツなんですが、今、絶賛、配信中でございます。一応お値段の紹介もしておきますとですね、日本円ですと、500円、税込み550円と、なっております。で、今月ね、配信されたんですが、これ第1弾と言ってる通り、第2弾、第3弾、がそれぞれ3月と、5月に、配信予定となっております。でもう、一応ね最新情報で言うてますから、言うておくとですね、作ってますよ、作ってるんですけども、実際のゲーム内ではそんな格好しないでしょっていう、そういうのを、実は予定してまして、はい、忍者とかね、はい、あとファンタジー的な魔法使いとかね、勇者とかね、なんかそういう格好したら彼らどんな感じになるのとかって、なんかちょっとこう普段の彼らの世界観とはちょっと違うものをご用意しているというか、もう全部言っちゃいましたね。はい、近日中にちゃんと改めてデザインもね、含めてご紹介する時間また改めて取りたいなと思いますんで、はい、ぜひまた公式情報の方を、お待ちいただければと、思います。はい、はい、では次行きましょう。はい、セール情報です。めくってください。実は本日から、任天堂スイッチ版、書かれている通りなんですけども、地域は、日本と韓国と香港ということで、ちょっとアジア限定ではあるんですけども、スイッチ版がなんと 20% オフという、セールを、開始しております。これ通常版デラックスエディションともに、20% オフになってますので、これからねぜひ遊んでみようかなって思われる方は、本当来週の日曜日までですね、2月6日までの、セールと、なっておりますので、よかったら、チェックしていただけると、買うなら今なんじゃないかなと、思います。そしてもう一つ。はい、こちらは実はプレイステーション版です。PS4 と PS5、どちらも、それぞれ配信中でございまして、こちらはですね、ルナ
ニューイヤーセールという、これはプレイステーションの方でね展開いただいているセールなんですけども、実は昨日から、スタートしておりまして、こちらも、2月の9日までのセールとなってます。地域は、日本を含めた、アジア地域になってるんですけども、なんとプレイステーションの方は 35% オフっていうね、なかなかねちょっとこの辺のねパーセンテージに関してはですね、我々メーカー側でコントロールできることとできないことがありますんで、プラットフォームによってパーセンテージが違うのはどうかご容赦ください。はい、お好きな方で遊んでいただければと思います。よかったら、これを機会に遊んでみてください。お願いします。はい、ここからはせっかくですので、漫画家全蔵さんがいらっしゃってるので、はいライブドローイングを、ちょっとやっていただきたいというちょっとお願いをしてですねご開拓いただきましたので、はい、ちょっとここからは、はい、お絵描きの方をやっていきたいなと思います。はい、うちのですね担当が、スーパー機材の方ですね用意しまして、今全蔵さんのですね、ちょうど上部の方に固定カメラが用意されてて、はい、カメラ切り替わるとですねここに色紙が、セットされております。はい、そして、美女の美しい手がですね今映っておりますけども、この手を使ってですね、イラストの方を描いていただきたいなと思います。なんでちょっとね多分全蔵さん描かれる時って集中して描かれると思いますので、ちょっと無口になられるかなと思いますので、そうですね、はい、はい、私の方が、おしゃべりメインでちょっと行きたいなと思います。では早速よろしくお願いいたします。はい、さあこれなんかねうっすらもうちょっとね、下書きというか当たりみたいのがふわっと見えてはいますけども、実はね今日ちょっと全蔵さん19時配信スタートではあったんですけども、早め18時ぐらいにね、サイバーコネクト2東京スタジオの方に入っていただいて、軽くちょっとねもちろんね初めましてのご挨拶からですよ実際やったのは、そこからですけど、軽く実は東京スタジオの方をね、ご見学もちょっといただいてですね、リハーサルなんかもやりつつなんですけども、ちょっとね色紙のライブドローイングやってもらうんで、ちょっと、一回こうラフというか当たりというか、その辺の練習やっといた方がよくないですかっつってねちょっと、お時間使って、仕込んでいただいていたものなんですけども、早いねさすがにはいスラスラ言ってますけども、はいもうなんかね先に耳からいきましたね。はい、上から書くんですね全蔵さん。これ右利きなので、はいはい、左上から書いていかないとすっちゃうんですよ。そういうことね。そうっすよね。そうじゃないとねインクブリってこうなっちゃったりとかしますからね。そうなんです。はい、そうっすよね。けどねこう漫画家さんにもよるんですけどね、人によってはほら目から書くっていう人と輪郭から書くっていう人とね、こうグリングリンこう原稿用紙をこう回転させながらね書くっていう方もやっぱいらっしゃいますけども、けど全蔵さん今日ちょっとねこれ色紙なのでちょっとアナログでもうガリガリ書いていただいてますけども、普段その漫画を描かれる時っていうのは、はい、やっぱアナログじゃなくてやっぱデジタルなんですか？場合によりますね。なんか基本的にはデジタルの方が、はい、基本的に下書きしないんですよ本当は。もうデジタルでけどデジタルって書きながら直しながら、はい、そうなんですもんね基本がね、それがデジタルのいいところでもありますから、それでなんかいつも、適当に、当たりもつけずにザクザク書いていって、で違うなと思った線はその都度消してっていう感じで、やっぱそうですよね。はい。じゃあ普段はデジタルって基本 PC タブレットとか使って書かれる感じですか？そうですね。パソコン立ち上げるのめんどくさい時はiPad でやってます。なるほど。じゃあもう iPad で直接ペンタブで書いていくみたいな。そうですね。あともうお仕事でちょっとサイズが大きいとかそういう時はしょうがないのでパソコンで。あと漫画も基本的にはパソコンでやってますね。そうなんですね。天童さんって、はい、子供の時からやっぱもう絵ばっか描いてた感じですか？いや全然。全く小学校5年生までは絵を描くことに何の意味も見出していませんでした。こら言い方意味って本当にけどやっぱあれじゃないですか、こう小学校とかでもさ、はい、図画工作ってうちらの時は言ってたんですけども、はいはい、ありましたね。なんかこういわゆる美術的な授業ってあったじゃないですか、はい、絵を描く授業だったりとか、それこそデッサンとかね、なんかありましたけど、やっぱ子供の時からやっぱ全蔵君は絵がやっぱうまいねっていうような感じでした。周りの評価的には全然全く
ついでに言いますと、はい小学校の校舎を書こうっていう課題があったんですけど、その時に3階建ての校舎を4階建てで書いたぐらいには創作がえぐいなんでそれ3階を4階にしたん？興味がなかったんです。おい本当になんか絵を描くっていうことがあんまり面白いと思っていなかったので、要するに対象をちゃんと見てちゃんとした絵を描こうっていう発想にならなかったんですよね。まあけどそれなんとなくわかりますね。デッサンって正直あんま楽しくないじゃないですか。デッサンものによりますかね。正直ちょっと作業感えぐいじゃないですか。作業感はえぐいです。ある一定やらんと馬ならんつのもありますけども、正直私もデッサン全然好きじゃないんですよね。何も思んないし。背景をでもすごい極めてらっしゃるんですよね。まあ私はゲーム開発ではね、背景グラフィックとかもちろん作ってはいましたけど、けどほらファンタジー系のグラフィック作るのとさ、実際にある学校の校舎とかを自分で模写しろって言われるのって全然楽しさ違うじゃないですか。だからね、やっぱおもろいのはやっぱノリノリでやってたけど、なんかもう本当風景画とかをね、なんか学校の授業とかでも書かされてた時っていうのは、この行為に何の意味があるんやって思いながらもね、やっぱやってましたね。まさにそれです。いやそうですよね。それよくやっぱこうガンダムとかね、モビルスーツとかね作ったプラモをね自分で見ながら描くとかね、やっぱ少年ジャンプを丸写ししてみようとかっつってね、すごいそれはやったことないですね。風魔の小次郎とかをこうページ単位で模写したりとかね、すごいジョジョの奇妙な冒険とかもわざわざ原稿用紙の原稿サイズ買ってきて、自分で下書きして、もう言うとジョジョのほらまだ全然序盤ですよ、第1部の、俺は人間をやめるぞジョジョっていうディオのシーンあるじゃないですか、包帯からバリーってこうナイフ出すところ、ページ丸々模写したりとかやってましたね。でちょうど今講談社からね出てますけど、大友克洋先生の「アキラ」ってあるじゃないですか。あれが今から30年ぐらい前ですけど、アキラのアニメ映画が公開された時に見ました。あれすごかったじゃないですか。すごいですね。えぐいですね。発売されたのが同時に大友先生ご自身が書かれた絵コンテがあって、そのアニメのその絵コンテ集も私買ったんですよ。で買ったんですけど、もうあれがもうアニメの絵コンテってここまで書くもんですかっていうのがもうむちゃくちゃなレベルでぎっちり書かれてて、漫画みたいに書かれてるわけですよ、絵コンテが。だからあれ見て、もうこれ全部模写すれば絶対絵うまくなるやんと思って、それでアニメの「アキラ」の絵コンテを1ページ目から春木屋に金田が降りていくところからですけど、1ページ目から延々と模写するっていう学生時代だったんですよ。すごい。だからその熱量がすごい。多分みんな我々の時代ですけど、昭和の子供ってみんなやっぱ大友先生見て、アキラ見て、やっぱもう横にアキラ置いてなんか漫画の練習してたぐらいのところやっぱあってですね。でアキラの絵コンテ模写する月間みたいのがあって、それで一時期やってたんですけど、数十ページ書いたところで絶望してやめましたね。これ書いてらんないと思って、そうですよね、もうちょっと簡単な絵を模写したいってなって途中でやっぱちょっと諦めちゃいましたけども、いやしかし早いっすね、やっぱ早い。もう完全に言っちゃいますけど、もうこれボロンくんじゃないですか。そうです。いやありがとうございます。実はツイッターで数日前から、好きなキャラクターを教えてくださいっていろんな言語で言ってみたんですよ。お、なるほど、ツイートして、そうなんです。そしたらいろいろなんか票がばらけたんですけど、なんか僅差でボロンを推してる人が多かった。やっぱボロンか。ボロンですね。これ実はですね、うちの独自調査で出てるんですけど、これ日本人ってさっき言った通りソウルキャノンで最初に犠牲にするのってボロン君がやっぱ最初に放り込まれちゃうんですけど、アメリカ実は絶対ボロン君じゃないんですよ。逆に誰ですか？日本とアメリカで全然結果が違うんですよ。なんでだろう。アメリカってこれ統計で出てるのが、主人公の妹、マルトの妹いるじゃないですか。メイちゃん。メイちゃん最初にぶち込むんですよ。なんで？いやもうね、あれ4歳児じゃないですか。鬼か。いやもうアメリカのファンの方々、いやお前ら人の心あんのかって私も最初思いましたよ。
思いましたけど、これやっぱね、なんでしょう、日本人とアメリカ人の戦争観の違いらしくって、ボロン君ってほら体大きいじゃないですか、太ってて、はい、で日本人はこいつが一番飯食いそうやからまず食いぶち減らそうっつって放り込むじゃないですか。けどアメリカ人って太ってる人って強い人なんですよ。あだから戦場で生き残るのはこいつだっていう考え方で、強そうだからやっぱ残すんですね。なるほど。で戦場で最初に死んでいくのは女子供だっていう考え方から、一番役に立たないのは4歳児だっていうね。ひどい。やっぱお前ら人の心ないやんけってやっぱ思ってまうけど、よかった今日日本語だけの放送でいや多分もしかしたら外国の人も見ているかも。見られてるかな。かも。けどね、結構そういうなんかデータ出ててですね、まあけどそれってやっぱこうある意味真面目にゲームをプレイされてる方々だと思うんですね。まあ戦略をある意味戦略立ててるのかいや、もしれない。そうでもちろんメイちゃんって全然弱くないし、なんならそこそこいやらしいほど強いんですけど、強いですね。はい、だからそういうのも含めてなんですけど、まあ最初ってね第一章ってやっぱイメージだけですから、まだどれぐらいねパラメータ的には強いのかっていまいちピンとこない状態でやっぱ皆さん遊ばれてるんで、単純にキャラクターのデザインというか造形だけでねやっぱ選ばれるみたいなところがあってだと思うんですけども、こういうのはねちょっとやっぱ国によってその感覚やっぱみんな違うんだなっつうのはちょっとまあ面白いって言ったらあれですけども、こんなに結果に差が出るんやなって思いましたね。ちなみに社長は一番最初に誰放り込みました？正直言うとボロン君です。初見のプレーの時ですよ、チェックで。初見プレイ。まあ自分でもやっぱりやりますし、なんなら私が一番テストプレイやったんじゃないかっていうぐらいやったんですよ。もう朝から晩までずっとやってたんですよ私。まあ他の仕事もやりながらでしたけど、もう土日とかもう本当関係なくずっとやってましたから。だからパラメータ1個にまで、まあ、本作は口出して手出して仕上げたやっぱゲームでしたから、まあなんでまあ途中からはね順番に全部チェックしなきゃいけなかったんで試しましたけど、なんだかんだいつもごめんないつもって思いながら謝りながらプレイしてましたねボロン君に。はい、まあけど大体日本人の多くがやっぱ最初にボロン君って言ってたんで、はい、やっぱそういう感覚になるんやなっていうのはやっぱ思いましたね。それもなんか面白いですね。あれはなんか最初にああなるとはちょっと想像していなかったので、これはお塩を突っ込むものだと思って最初に。まあけど始めたばかりのねゲームはね分かんないですもんね。そうなんですよ。なんか覚悟って言ってたじゃないですか。はい。覚悟っていうからには、はい、命って言ってないから、はい、覚悟パラメーターみたいなのが別にあって、でそのなんか打つことによって、その一時的にその覚悟パラメーターみたいなのがゼロになるから、次はこの子は続けては打てないよみたいな、そういうシステムがあるのかなと思ったんですよ。はい。だって最初分かんなくってね、あそこまあ分かんないようになってるんですけど20分悩んだっていう人もいましたから。本当ですよね、はい、あれだっていや本当申し訳ない、進めないし、はい、そうなんですよね。まあけどそこのねある意味のその葛藤というか、そこも含めてやっぱセットで体験してほしくって多くを説明しすぎないっていうのはちょっと企画チームとも話し合って決めたんですよね。だから覚悟っていう。いやそうなんですよ、そうなんですよすいません。はい。まあけどちょっとねそういういやらしいタイプのゲームであるっていうことはもう皆さん今日分かっていただけたかなと。でゼノさん一応サインの方もちょっと入れていただいていいですか？はい、はい、もしかしたら消しゴムかけはいらなかったかもしれないですね。後からでもいいかもしれないですね。そうですね。はい。じゃあ。はい。そうね、サインはちょっと太い方がいいかもしれないですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。さあでは、ちょっとね書き上がったこちらの色紙をちょっと持っていただいて、カメラの方にちょっと向けていただいてもいいですかね。はい。カメラの位置が多分切り替わるはずなんですが、はい、はい、はい、
うちの、はい、スーパーテクニックはい、テクニカルがね今やってますから、はいはい、見えてるかな、はい、見てるらしいです。返してあげた方が善三さん前に出しやすいよね。はい、はい、出ましたね。あ、出ました。でちょっとはい、ぐいっと前に出していただいて、はい、はい、そんな感じです、そんな感じです。はい。駆け上がりました。ありがとうございます。はい、戦場の風雅ボロン君の、サイン色紙でございます。さて、これね、もちろん皆さん、ご想像の通りでございます。今、善三さんが書いていただいたこちらの書き下ろし色紙、プレゼント、させていただきます。はい、応募方法は、こちらでございます。ツイッターアカウント戦場の風雅、公式アカウントを、フォローいただいて、ハッシュタグ戦場の風雅を、つけてですね、明日、この公式アカウントの方で、配信予定の色紙のツイートを、引用リツイートする形で戦場の風雅に関する感想やメッセージをね添えていただけるとちょっと嬉しいなと思います。締め切りがね2月の4日までと、なってますので、よかったら皆さん、明日です、明日、この色紙のプレゼントのツイート、させていただきますのでそちらを引用リツイート、してください。抽選で1名の方に、はい、プレゼントさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。はい、はい、では、ちょうどね、お時間となってまいりましたので、はい、もういよいよ、まとめていきたいなと思うんですけども、はい、はい、ちょっとね、あっという間の、1時間ではございましたが、はい、善三さんどうでした？ちょっと、こんな駆け足の番組でしたけど。1時間って早いですね。あっちゅう間でしたね、なんかね。あっという間ですね。なんかファン目線で、戦場の風雅のいいところを伝えたいみたいなことをちょっと冒頭させていただいたんですけれども、いやそうだったね。そうです、はい。それがしてたもんね。それ見つけてねやりましょうってね。そうこんなトントン拍子になるとは思いませんでした。で多分ねこれ、まあこの後ね戦場の風雅まだ多くは言いませんよ、はい、言いませんけどさっき言った通りねなんかこうダウンロードコンテンツがどうとかって言ってるじゃないですか、はい、まあそういうのも含めてですけど多分ちょいちょいこういう生配信番組、ちょっとやっていこうかなとも思ってるわけですよ。はい、なんでちょっとまたタイミング合うかどうかもあれですけども、はい、ちょっとまたちょっとお声掛けさせていただいてですねタイミング合えばちょっとまた善三さん出てほしいなとも思ってますんで、はい、ちょっとまた改めて相談させてください。もうぜひ、はい、いつでもありがとうございます。はい、でまあ多分ね今日そのご覧いただいてる視聴者の方もですね、はい、善三さんかっこ美女って書かれてるけど、いやマスクは外さんのかいって多分思われてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。で今日はまだ外さないですよ、外さないですけども次の配信でもしねなんかリクエストが多いようであればちょっとマスクオフの状態でね、ご出演いただく日がまた次回来るかもしれないので、そうですね、ちょっとそこはね皆さんからのリクエストといいますかご要望に応じてちょっと検討していきたいなと思いますんで、はい、またぜひよろしく、お願いいたします。はい。ではちなみに告知の方はどうですか？もう大丈夫ですかね？はい、今のところですね、今日からスタートの例のセール、そうですね、先ほど紹介した、漫画のね、とあとその29日配信の新刊ですね、コミックエッセイのちょっと日常寄りな方と、あとですねお仕事につきましてはいつでも大体スケジュールなんとかしますので柔軟はい、ぶっ込みでも大丈夫です。納期2週間とかでもなんとかします。すごいな。なんとか前しました。まあ内容によると思うけどね。そうですね。はい。なのでもし気になる方いらっしゃいましたらイラストも描けますのでツイッターのダイレクトメールなどからお気軽に。ツイッターでいい感じですか？ご連絡は。そうですね。一応サイトもあるんですけれども、サイトのコンタクトからメール出していただいてもいいですし、ツイッターに大体住んでるので、ツイッターのダイレクトメール飛ばしていただければ必ず気づきます。なるほど。じゃあもうまずはツイッターでご一報をと。そうですね。いうことですね。はい。はい。ではお仕事の依頼は善三さんのツイッターまで直接よろしくお願いいたします。はい。ということで皆さん今日ね60分お付き合いいただきましてありがとうございました。戦場の風雅去年ね発売してちょうど今6ヶ月ぐらいではありますけどもまだまだこれからですねしっかりといろいろと仕込んでおります。順番にまた告知の方もさせていただきますし実はゲームだけじゃなくてですね漫画
コミカライズ連載の方も今現在、ファミツー .com の方で好評連載中でして、戦場の風雅鋼鉄のメロディーという、これは足立先生の方で漫画の方を書いていただいてまして好評連載中でございます。こちらの方にもまた、きっとね動きがあるかと思いますので、また最新情報はこういった形で、皆さんに直接、お届けできればと思いますので、まだまだ戦場の風雅、皆さんと一緒にね広げて楽しんでいければと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしく、お願いいたします。今日は皆さん配信見ていただき、本当にありがとうございました。ゼノさんありがとうございました。ありがとうございます。ではまたねー。はーい。